Designer Hub。今回のテーマはラスキンの労働者教育についてです。前回までははい、建築について話してたんですけど、うん少し彼の人生に立ち戻ってはい、別れてましたよね。うんうんうん。ミレイに取られてましたよね、はいエフィーちゃんね。そうです。だからまあ30半ばぐらいの話から始まるって感じ。そうです、うん西暦で言うと1854年うんで、この時に、本当切り替え早いというか、他の多分集中することを作らなきゃいけなかったのか、ちょっといろいろあると思うんですけど、うん1854年中に、うん彼女と別れたのが7月だったかな、はいなんですけど、うん年内にその労働者大学っていう、うんその教育機関がそのロンドンに立ち上がるんですよね、ラスキンとか関係ないところで。うんうんそこに、素描の先生、デッサンの先生として呼ばれるんですよ。デッサンの書く方のそうデッサン、だからもう哲学者的な感じじゃなくても技術者、そうそうそう、絵描きさんのもう大先生、イギリスを代表するうん芸術家のラスキンさんに教わりたいっていう、考えるとえぐいなって。頭良くてさ、うん頭いいっていうか、その論じれてかけてって強いよね。そう本当にめちゃくちゃ強いんですけど、彼はしかもまた肝が据わってるなって思うのが、ラファエル前派の一人のミレイにはい嫁さんを取られてるわけじゃないですか、うんうんなんですけど、うんそのラファエル前派のもう一人あと2人かいたじゃないですか、ロセッティとハントっていう人がいたと思うんですけど、はいはいはいそのうちのロセッティにうん誘うんですよね。その労働者大学俺働こうと思ってるんだけどお前もどうだみたい一緒な。にやらない的なね。そう、うんむしろラファエル前派と距離を縮めるっていう、すごいことしてるなって思うんですけど、そもそも労働者大学って何なのかっていう、ワーキングメンズカレッジっていうふうに英語では言うらしいんですけど、何なのかっていう話を、したいなと思います、はいこれの発端になったのは、いろんな職業の人が3人、これも3人なんですけど、はい集まって、うんリンカーズ・インっていうそのリンカーン放送院っていう、そのイギリスの弁護士になるんだったら必ず入らなきゃいけない、そういう弁護士の、非営利組織みたいなのもあるじゃないですか、はいそこのうん働いてたジョン・マルコム・ラドローっていう弁護士さんうんと、そのリンカーズ・インで牧師さんとして派遣されてたうんフレデリック・デニス・モーリス、この辺全然覚えなくていいんですけど、と、うんそこにさらに司祭ですよね。うん司祭のチャールズ・キングスレーとか、法律家のトマス・ヒューズとか、辞書編纂者のフレデリック・ジェイムズ・ファーニバルみたいな人が、あらゆる職業の人が労働者のために、もっと言うとその貧困層ですよね、労働者階級の貧困層の人たちのために何ができるかっていう議論が発端になって生まれた教育機関です。これは実際に弁護士になろうっていうわけではなくて、なんかその生きていく上で必要な知識を得ようっていう感じの。そう全然弁護士関係ないです、うんあなたでちょっとまた話しますけど、科目うんもすごく幅広いうん感じです、でこれ最後に言った辞書編纂者、はい辞書を作る人ですね、うんのフレデリック・ジェイムズ・ファーニバル、このファーニバルっていう人がもともとラスキンの知り合いだったんですよね、で彼らがこの大学作りたいから、ラスキンさん手伝ってっていうのがことの発端としてあったっていう。でこれどういう背景でこの大学できたのかっていう話なんですけど、これ1854年って言ったじゃないですか、はい48年っていうのがヨーロッパのその歴史的にかなり節目の年だったっていうふうに言われてて、はい一気に歴史の話になっちゃうんで頭切り替えてほしいんですけど、ラスキンが生まれる前にフランス革命からのナポレオン戦争あったよねって話したじゃないですか、はいはいでナポレオンがフランス革命後出てきて、ヨーロッパ全体をこううわーってかき乱すわけですよね、で結局ナポレオンって失脚するじゃないですか、でその時にウィーン会議っていうのが行われるんですけど、聞いたことあります。多分高校でやってるやつですね、1814年から15年にかけてウィーン会議っていうのがオーストリアのウィーンですね、はいで行われましたと、でそこで、ナポレオンっていうのがやべえやついたけど、そんなやつもなかったことにしよう、以前の秩序に戻しましょう、はい民衆に権力なんて持たさずに、王様が権力持ってやる方がうまくいくんだから、そういうふうに戻しましょうっていうふうに、保守的なそういう体制っていうのが改めて作られたんですよね、
それをウィーン体制っていうふうに、歴史用語で呼ぶんですけど、そのね、民間の人たちはそれに何ていうんですかね、反抗的になるのは想像できるかなって思うんですけど、いろんなところでその新しくまたできてしまった保守的なウィーン体制っていうものに対するこう反発の動きっていうのがいろんな国で起きるわけです、わーって。で、30年ぐらいですよね。ウィーン会議が終わったのは1815年で、1848年が今言ってた話なんですけど、ここで2月革命って言われる革命がフランスで起きるんですよ、絶対王政で一回王政が倒れました、ナポレオンがわーってやりました、また王政が復活しました、それがまた倒されましたっていうのが1848年の2月、そうで、これを機に各国にこの自由主義の流れっていうのがうわーって広がっていくんですよね。イタリアとかオーストリアとかドイツとかいろんなところで似たような革命だったりとか、動乱が起きて、でこれを1848年革命とか、諸国民の春っていう風に言われたりするんですけど、そのヨーロッパ全体のこの時代の流れというか、風潮としてその民衆の権利みたいなものとか、その貧富の格差みたいなものについての議論っていうのがいろんなところで行われるようになるんですよね。いいですね。特にその知識人の中で。いいですね、それは。なんかみんながそういう話をしてるみたいな、多分感じだったと思うんですけど、だから、彼らもそうですね、ファーニバルたちも同じように考えて、彼らは知識人なので、じゃあ自分たちの国、イギリスの労働者階級たちのために何ができるのかっていうのを考えたのが彼らだったっていう。ファーニバル自身はその労働者階級なの、貴族なの？貴族でもないけど、その労働者階級の中では上の方ですよね。こうちゃんと、なんていうのかな、多分親も裕福、学校に行けて、そう文学的に活躍してる方なので、なるほど。がもっとその下の低所得の人たちについて考えるみたいなことが、多分彼ら以外にもいろんなところでそういう動きがあったっていう、ヨーロッパの全体の流れとしてね。いいムーブですね。そうそうそうだし、実際にね、そういうイギリスみたいなところは、他の国と比べてこう先んじて産業革命が起きているので、そういったところに対して敏感だったっていうのもあるのかなっていうふうに思ってます、でそこに呼ばれたのがラスキンだったっていう話ですね。なんか面白いね。この働くことに関してっていうので、こうなんかさっきの3人が出てきた中で芸術ってここに入ってくるんだと思って、よくデザイナーじゃないけどさ、コストセンターっていう呼ばれがちじゃない、だしさ、今のさ、うちらの学校とかでいうと国語算数理科社会が、英語もあるけど、ってなった時に美術とかってさ、結構その他扱いじゃない、っていう中で、芸術っていうのがこうどういう見られ方でどういうポジションなんだろうはちょっと気になりますね。そうですね、副教科ですもんね、今そうなんですよね。だからそこがやっぱり彼は芸術というものを他の人とはまた違うような捉え方をしてたんだろうなって思うんですけど、多分ファーニバルも、ファーニバルどころか多分ここに関わってる人たちみんながラスキンの著作は見てたはずなんですよ、有名人だから。でさっきの、ベネツィアの石の話とかでもそうですけど、彼はその働き方とか労働者について、すごく意見を言ってた人たちだったから、まさに適任っていう感じで呼ばれたのかなっていうふうに思います。でこの大学のその方針として、どういう学校にしていきたいかっていうのを彼らは話すわけですよね。でいろいろ決められたんですけど、まずはその人文学を中心にする、これもまたね面白いですよね。いや、いいですね。そう、人文学を中心にすると、でその各講義っていうのは、その有機的に組まれているべきで、相互にこう連関しているいいですね、ものである必要があると。分かりやすいよね、そっちの方がね。そうだし、そのただただこういろんなジャンルの教科を寄せ集めて、それを学生が受けるっていう、なんて言うんだろう、特に今の日本の学校ってそういう感覚かなって思うんですけど、この各科目が相互に関連してるよねっていう、影響を与え合っているよねみたいな、そういった価値観なんですよ、そもそも。いや、いいです、算数だけしてれば OK でもないし、算数にも国語力が必要だしみたいな、そうだね。でその芸術も必要で、それがだから見ることみたいな、ラスキンの、ね、思想もここに入ってくるっていうふうに思うんですけど、そういう前提でこの教育機関は生まれているっていうのが面白いところですよね。リベラルアーツみたいな感じですね。そう、本当にリベラルアーツです、でさらに教員と学生が一緒になって組織を作っていくっていう、それ面白いね、ことを前提としていたっていうのも、大事なことかなっていうふうに
思います、はい、なんかすごい視野が広いなって思ってて、そうだね、なんかどうやったらなんか労働者が育つかっていうよりかはなんかどういう教育機関がこの時代に今必要なのかみたいなことをすごく掘って考えれてる、議論し合った結果こうなってるっていう、頭いいなって、なんかこの組織の在り方からちゃんとねアプローチしてるっていうのがいいな。そう、とっても視座が高い人たちだなっていうふうに見てて思いました、でさっきも言ったようにファーニバルはもともとラスキンと親交があったので、ラスキンにその手紙を送るんですよね、最初寄付してくれって言うんですよいっぱいお金持ってるから、なんですけどラスキンはいや俺教えるよって言うんですよ。寄付しないけどみたいな、寄付もするんですけど、俺無給で素描のクラス受け持つよっていう風にラスキンは言うんですね。だからアートのやつはラスキンから言ったの、そっか、だから俺教えるよって、そう教えるよって、芸術をやるよって言ったってこと、ね、この時点で芸術がこう組み込まれてたのかどうか、カリキュラムに、ちょっと分かんないですけど、少なくともラスキンが入ったから、この学校の芸術の授業めっちゃ人気出るんですけど、確実にラスキンのおかげですよね。そうだよね、っていうのがあります、で他の科目は一応触れとくと、なんか政治とか法律とか、イングランドの地理歴史、シェイクスピアについてもやるんですよ、詩人ポエムの勉強ですよね、と素描、あと大数学。大数学って何ですか？大数学って大数を入れてだからあれです、中学でやるような、高校とかでやるようなXY とか使うようなああいうやつですね、と幾何学なんか数1数2と数 A 数 B 両方あるみたいな感じ、でフランス語ラテン語とかもやる、でこれ労働者を対象にしてたんで夜間学校なんですよ、みたいな学校ができます、でいろいろ見方はあるんですけど、ラスキンって冒頭で言ったようにすごく人生の岐路に立たされていて、エフィーともうまくいかなかったし、ある程度有名になったけど、じゃあここからどうしていくんだろうっていうところで多分悩んでいた、その人生の意味みたいなのを、この教育に見出したのかもしれないなとかっていうのは思いますよね、そうだね、なんかもう最後に話そうと思った話だけど、なんでラスキンがこう有名にならなかったかみたいな時にさ、なんかピカソとかってもう永遠に描き続けたじゃん、あの人は異常だけど、例えばこれがラスキンがもうずっと詩だけを描き続けたとか、絵描き続けたってなると多分もうめちゃめちゃ名前が残っていたんだなと思って、いろいろこうやりすぎてはいるよね、その手広くね、めっちゃ手広くやってますよねってなった時になんかそもそもさ、そのウィリアム・モリスの文脈からうちらはこうジョン・ラスキンの感じでこうアプローチしてるけど、じゃあジョン・ラスキンって何をした人ってこう一言で言いづらいなっていう、一言で言えないんですよねっていうのがなんかあるよね。で時にそのこの分岐になってるところはまさにこの先生として教えるっていうところが結構大きなところだなって今話して思った。いや本当にそうですね、彼からしたらずっと一つのことやってるっていう認識であると思うんですけどね、そうだね、だからそれこそねラファエル・ゼンパを支援してたことからも分かるように、そもそもこうイングランドの芸術教育に対する批判的な考えを持っていたわけですよね、新古典主義、微妙だねっていう、だそこの教育をちゃんとしたいよねっていう、であとその時代背景として、イングランドが先んじて、産業革命できたわけですけど、もうこの時代にもなってくると1800年代の真ん中ですよね、なってくると他のヨーロッパ諸国も追いついてくるわけです、わーって、でフランスがじゃあめっちゃこう芸術的なデザインに凝ったものとかっていうのが他の国が出てきたりするわけですよね、イタリアとかでもこの時は芸術の動きがあるので、ってなった時に確かに僕らは先に大量生産とか成功していっぱいできてるけど、それも他の国も真似してるし、じゃあ次はなんかそういうデザインみたいなところで差がつき始めるみたいなのがやっぱ流れとしてあったらしくて、なんかそこに対する危機意識もあったんじゃないかなとかっていうのは思います。でどんな教育したのっていう話なんですけど、とにかくもう寄付がすごいんですよね、開校前日の説明会で、ベネツィアの石のゴシックの本質っていうその章があるんですけど、ウィリアム・モリスが
影響を受けたやつね、あるんですけど、これをなんか全員に配るみたいな、ただで、はい、すごいですよね。すごい。画材とかも寄付してて、うわなんかもうめちゃくちゃいい材質の画用紙をこのためだけに作るみたいな、作らせるみたいな、とか、夜間学校なんで暗いんですけど、ガス灯をつけさせるみたいな、あ、なるほどね、当時最先端、そうっていうのを整備してたっていう風に、まあ、いろんな人が残してますね、初期で、で、さっきラファエル・ゼンパーのロセッティを誘ったっていう話あったじゃないですか、で結局ロセッティが、先生側で参加するんですよ。おー、いいね。なんですけど、なんかそれがなんでなのかみたいな話がちょっと面白かったから紹介したくて、なんかロセッティ割と女性関係がみだらだったらしくて、なんかその女性モデルってやっぱ当時人物が描くときにいるんですよね。でお気に入りのその女性モデルみたいなのが複数にいたらしくて、複数に、なんかそこと割と、なんて書いてあったかな、ラスキンのめっちゃ面白かった、動物的な欲求みたいな書いてあったんですけどそれによって彼のなんか制作がちょっと邪魔されてるみたいな。はい、そうね。そうで、他のそのハントとミレーと比べた時に、このロセッティって割とこう短美な、どっちかっていうと、まあ多分それって新古典主義でもないんですけど、バロックとかロココっぽい、多分雅な、自然に即してない、彼の言葉で言うとね、方の作風を好んでいて、なんか評価低かったんですよ、ラスキンから見た時に。なんかもうちょっとこいつ女性関係マシになればいい作家になるのになみたいな、いい画家になるのになみたいな、多分あったのかなって思ってて、なんか人に教えることを通してちょっといろいろ学んでほしかった。なるほどね、っていう考察があったりして、だからその手紙残ってるんですよ。なんか実際そういう風にロセッティに書いてるやつがね。そう面白いなって。このアサインは難しいよね。そうだってもう現時点ではさ無理って思ってるんだけど、やってみてアサインエグって思って、なんかこの信頼してみよう、一旦で任せてみようみたいな感じだしね。だし、だからロセッティのでもこれはなんとなくだけどさ、まあ、新古典主義じゃないけど、女の子も好きっていうのも、なんか美しいものが好きとか、だから審美眼がすごいいいからこそ、そっちにその着目しちゃうというか、っていうところから、なんかそのラスキンとちょっと合わなかったところ、なんか本質までたどり着かなくてっていうのなのか、そのやっぱりロマン主義最高ですみたいに言ったらさ、もう女の子にモテないからそういうアプローチをして見えてたのかもとかね。割と感情的な人だったんだと思うんですよ。だから、そうね、おそらくね、欲求に忠実な人なんですね。そうそうそう、めっちゃなんか、評判良かったらしい。でもやっぱりクラスではそうだね。でなんかこの辺はぜひウィリアム・モリスの回でも紹介したいんですけど、エドワード・バーン・ジョーンズっていう、これも有名な画家なんですよね。ロセッティの次の世代ぐらいの人なのかな、でこの人も教師として参加するんですよね、ここに。で彼がウィリアム・モリスの友人なんですよ。ここで出てきたんですね、ついに。そうなんです。一緒に物とか作ってるぐらい、同じチームみたいな、それこそラファエル・ゼンパみたいなのの次世代みたいな感じで、彼とかも出てきてみたいな、なんかねすごいねストーリーがつながってるんですよね。なんか面白いなっていうふうに思ってます。でとことん彼はその見ることを教えたと、リベラルアーツの話があったと思うんですけど、素描っていうのを、やっぱこう何か特殊な技術ではなくて、リベラルアーツとして必要なものだっていうふうに彼は捉えていて、そうだよね。そうだからありのままにものを見ることの訓練なわけですよね。絵を描くこと自体に意味があるっていうよりかは、その絵を描くというかその素描デッサンをすることに意味があるというよりかは、デッサンをすることを通してものを見ることを学べっていう、そういったスタンス。確かになんかデッサンでさ綺麗に描くかっていうのってあんまりなんか言われないなと思ってて、そうね、なんかよく見る、観察するとかっていうのの方がすごい言われるから、その教えはでもラスキンから来てんのかな。
ただその正解がないですよね。人の見方によってね変わるからね、いろいろ。そうで多分この時時代背景としてもやっぱり正解を求める流れってあるわけですよ。宗教から科学への流れだから。その中でその一人一人のそのまず見え方の癖とかも違うわけですよね。だからそこを変にはしょることなく、一人一人親身に向き合って、お前は今こういう見方をしてるからもっとこうした方がいいとか、そこにこう具体例を持ってくるみたいなね、実際にこう自分の家から木を持ってきてみたいな、ほらここに光を当てるとこういう運営ができるだろうみたいなのを実際のものを持ってきて惜しまずに教えたっていう風に言われてますね。いい先生ですね。めっちゃいい先生だなと思って、そんな先生に教わりたかったなと思うんですけど、僕とかも正解がある美術教育しか受けてないんで、そういう意味ではね。そうだから面白くて、なんか当時のその普通の教育の仕方で言うと、なんかまずこうアウトライン描く、線画ですよね、でその後陰影を描いて、そこから色を塗る、色彩に入るっていう、なんか分かります？すごいそれこそさ、なんか分業じゃないけど段階を踏んで、ステップを踏んでみたいな感じなんですけど、ラスキンはそうじゃなくて、このマス、フランス語で塊って意味なんですけど、マスをまず捉えるみたいな、でそこにどういう色があるかっていう、なんかこっからここまでが黒色、こっからここまでが赤色とかじゃなくて、この塊でまず捉えろっていう、それを土台にするんだみたいな感じだったらしくて、なんかアプローチも全然違うなみたいな。どうなんだろう、でもデッサンってそういう描き方するのかな、ちょっとね、また僕もやったことないから分かんないけど。俺なんか前教わった時はその、なんか薄い濃い、だからコントラストの一番強いところから、作っていくみたいなことはすごい言われてたかも。だからアウトラインとかあんまり言われなかったかな。だからそれはあれなのかな、だからラスキンっぽい感じかもしれない、今考えたら。デッサン自体が割とそうなのかもしれないですよね。そうだね。でちょっと繰り返しになるんですけど、やっぱりリベラルアーツとして見てたわけですよね、素描というものを。そうだからその知識を得る手段っていろいろありますよねと、なんかその見ることを通してこう思考を巡らせる、すごく言語的な活動ですよね。そうだね、っていうのと、実際にそれを手を動かす制作活動、なんかさっきの思考と労働が一緒じゃないとダメだみたいな話あったと思うんですけど、この知識を得るこの2つの手段があるわけですよね。考えてっていう活動と、実際に手を動かしてっていう活動、これそれぞれめっちゃ大事だねっていうのが、さっきとまた一貫するんですけど、彼の価値観としてあったっていうのがありますね。どっちかだけではダメだっていう、ですごく労働者大学ではこの授業が大受けして、なくなった授業とかもあるんですよ、人気なくてとか。そうラスキンの授業はもうすごく人気だったっていうのが長く続いて、1858年、4年間以上かな、は定期的に教えてて、4年ぐらい、でその後も不定期なんだけどちまちまこう教えてたらしいです。でその後ラスキンが大学離れた後も、このクラスは残ってて、でそのちょっとね日本とまた違うからどういうものか分かんないですけど、科学芸術賞っていうのがその省庁ですよね、国の、文部科学省とか、科学芸術賞っていうのがあるらしくて、そこにこう認められて認可が下りて、国の教育機関の傘下になるっていうところまで行くらしい。すごいですね。すごいですよね。ちゃんと教育までやり遂げるっていうエネルギーが本当に素晴らしいなっていう。でもなんか芸術を教えているっていう感じではないんだろうね。芸術っていう手段を用いて自然を見るというか、そうなんかもっとね人間としてどうあるべきかみたいなところに関心がある、本当手段としてしか見てないというかね、いいですね。面白いなって思います、でなんかこの辺ラスキンマジで、多分なんかすごいゾーンに入ってて、別れたばっかだ、ね、そう別れたし、多分いろいろ吹っ切れたのか、ね、この教育を通していろいろ若者からエネルギーをもらったのか分かんないですけど、もう次々と著作を出すんですよ。1860年ぐらいまでの、もう約5年間6年間の間にどんどん著作を出していって、10本ぐらい出してるの、1,2,3,4,5,6,7,8そうだねぐらいめっちゃ出してて、素描の基礎、芸術の経済論、経済の話もここでしてるんですよね。遠近法の基礎、2つの道、で近代画家論の最終巻となる第5巻、すごついに
1860年に完結するっていう、これつもまさんにもちょっと読んでもらったけど、この最後のものにもっていう、すごく有名なやつですね、これ経済系の話が割とメインなのかなっていうやつなんですけど、これ連載して最初雑誌にそうなんだ。そうもう世に出始めるっていう、マジですごいブーストかかってるなっていう感じですね。だってもう40ぐらい40ちょいぐらいこの時は。そうだね、40いってるかな、40いってますね。だいぶエネルギッシュだね。1819年生まれだから、40歳ぐらい、つもまさんの年を超えてきた。うわそうね。いや、こっからこんなにエネルギッシュになれるかな。きついっすよね、結構きついね。でもなんか、頑張ろうって気にはなるしね。なんか今マネージメントを結構してるからさ、俺も、教えるじゃないけど、その辺もうちょっとこうなんかアプローチ変えようじゃないけど考えないとなっていうのはなんか思ってて時代も違いますから、何を伝えられるんだろうなとかはちょっと学ぶとこはめちゃめちゃあるなってありますね、思いましたよ。ちょっとこっから残りの彼の余生について一気に話しちゃいたいんですけど、ですね、彼あんだけ信仰してたプロテスタントを捨てます。すっごい転機が訪れてますね結構だからこの時代のさ、なんつうの、その宗教を変更するって言っていいのかな、そうだね、変更っていうかもう彼の場合は信仰しなくなるっていう、変わったっていうよりかはもう決別しましたっていう。あれこの時代ってあんまり俺よく分かってないかもなんだけど、宗教について、宗教に入らないっていう人がやっぱいるの？その信心深くないみたいな人はいると思います。でもさ、ほぼほぼみんな何かしらに宗教入っているっていうのがもうさスタンダードな世界でしょ本当に。だし、その価値観でまず社会が回ってるっていうのがまだ、そのもちろん科学的なものとの間に揺れ動いてるから、捉え方はねもちろん変わってきてると思うんですけど、全然まだまだキリスト教がベースにある社会、これが1858年に分かります、なんか悟ったらしくて。強いね。イタリアにあるチューリンっていう場所、今のピエモンテのトリノって聞いたことありますかね、町ね、トリノっていうところで出来事があったらしくて、彼旅行で行ってたのかなこの時、なんですけど、その礼拝堂に入って、で礼拝堂でその説教する、説教師さんが、こうわーって言ってたわけですよ、神の恩寵がみたいな、このピエモンテの民にみたいな話をしてて、なんか世の中なんかいろいろ悪いことばっかだけど、このピエモンテだけは神によって守られるんだみたいなこと言ってたらしくてなんかそれで冷めちゃったというか、なんか言ってるなって思ってたと。でその教会を出た後になんか別のギャラリーに行ったんですよ、ギャラリーにそのソロモンとシバの女王っていうその旧約聖書に出てくる物語をテーマにした絵画があるらしいんですよね、なんかそれ見た時になんかめっちゃ美しかったと。窓が開いてて日差しが差してて、暖かい風が流れ込んでてみたいな、外では軍隊の奏でる音楽が流れててみたいな、美しいみたいな、こっちだって思ったらしくてでも今絵がね目の前にあるけど、いやラスキン好きだよなと思って、このコントラストばきじゃなくてやっぱこの全体でストーリーを感じますっていう、これはいいよね。これがねなんか美しく日に当たってみたいなのがなんかすごい良かったらしいんですよね。でなんか彼は完全にキリスト教を否定したとかではないとは思ってるんですけど、そうだよね。なんかその彼が大事にしたかったことが、そのプロテスタントの決められているその行動規範では目指せなかったというか、喜びに満ちて正しくなされることっていうのを、そのキーワードで彼は出してて、それにすごい価値があるんだっていう風に言ってるんですけど、どっちかっていうとそのさっきの礼拝堂で説教師が言ってたことって、別に他はどうか知らないけど、あなたたち、私たちは選ばれているから守られるんだみたいな価値観ってなんかすごい排他的じゃないですか、そうだね。僕たちだけは大丈夫みたいな、なんかそうじゃなくてみたいな、そもそも僕たちの心がいかに豊かで喜びに満ちていて、正しく生きていけているのかみたいな、生きれているのかみたいな、なんかそこがめっちゃ大事じゃんっていう。
そうだよね、だからなんかその当時の宗教ってさ、グラデーションっぽいけど、信じるとかさ心の拠り所にするみたいな感じだと思うんだけどさ、一個の軸なのか行動指針なのか、なんかあった時にふと思い出すことぐらいな、なんかそういう悟り具合なのかなってラスキン自身、多分ねその感覚が変わってきたと思ってて、近代画家論の1巻2巻とかの20代前半の時とかって、その神が作ったもう完璧な自然みたいなものをいかにこの人間が複製してというかね、いかに神が作ったものを正しく写し取るかっていう、そこに興味があったと思うんですけど、多分これはその労働者の教育とかも通してね、より人間の方に興味が移っていったって僕は思ってるんですよね、正しく生きるって何なんだろうみたいな喜びに満ちて生き生きと労働することってどうやったらできるんだろうみたいな、なんかそこの答えが結局このプロテスタントの中にはなかったみたいなことだと思うんですよ、そのさっき言ったねトリノのエピソードは一つのきっかけだったんだろうなっていうふうに、僕は思ってるんですけど、どんどん自分の信仰の対象みたいなものが、その人間の内側の性みたいな生きることみたいなところにどんどん移っていった、それがこの後話していくようなその経済学とか環境の話に、よりこう社会問題とか、その目の前のねもちろん絵画とか建築のこともずっと興味あると思うんですけど、じゃあどのような社会がそういった喜びに満ちて正しい性を全うできる社会なのかっていう、なんかそこに関心が移っていったっていうか、そういった流れなのかなって晩年特にね40代でそうなるっていう。でもそう分かんないけどね、人間のあり方かもだけどね、やっぱこういろんなものにルールとかそういうのがあってさ、みんなこういう風にしてるよねっていうのがあったけど、だんだんそれがさ、ある意味その自分で判断する自分がルールですみたいになった時にさ、やっぱこういろいろ俯瞰して見て選んで選択するっていう、自分自身の責任もあるじゃない。だそういうところに到達して、なんか冷静にいろいろ物事を見て判断するおじさんというかおじさんだからねこの時。面白いですよね、変わっていくっていう。でもねそういうおじさんはね、だからもう恋とかねどういう風にしてんだろうはね気になりますよね。でこの後また女の子と出会うんですけど、このトリノの一連のプロテスタント捨てますっていう年ですけど、なんかアイルランド人の女の子、ローズ・ラ・トゥーシュちゃんと出会います、でこのローズめっちゃ年下なんですよね、なんか最初家庭教師みたいな感じでラスキンが教えてた子で、なんかそのお父さんがもともと知り合いかなんかで、そこからそのローズってこう教えるんですけど、恋しちゃうんですよ。すごい複雑なんですけど、エフィーの時には感じれなかったその恋愛感情がここで出てくるんですよね。ちゃんと初めて恋をするってことですかね。これが初めてだったのかどうかっていうのはあれですけど、その性的な欲求みたいなのがちゃんとここで出るんですよ、でこれ多分かなり2人とも悩んだはずで、この時ラスキン40でローズが年齢がちょっとあれなんですけど10代とかなんですよね普通に、っていうとこで、いろいろね両親と揉めたりとかっていうのがありつつ、ローズちゃんは若くして死んじゃうんですよ。そうなんですね。ちょっとびっくりなんですけど、1875年に死ぬんですよね。だから十数年15年以上は一緒にいたっていう感じだったんですけど、これもね詳しくちょっとなんか出てこなかったんですけど、教師狂って死んだって書いてあって、どういうことって感じなんですけど。怖いですよ。ラスキンはこの辺の時期からめちゃくちゃその精神病に悩まされるんですよね。多分圧倒的な孤独感はあったはずです。まず、社会の人たちが、周りの人々があまり自分のことを理解してくれなかったはずで、多分賛同してくれている人はいるけど、多分本当の意味で自分の言ってることを理解してる人って多分少なかったはずなんですよね。そう特にだってさ、さっきも宗教の話したけどさ、一応前半の方でもやっぱこう宗教ってさ、もうなんて書いてあるか分かんないけど、なんか偉い人が言ったらそれはそういうもんだって信じちゃうじゃない、でその人すごいとかさ、キリスト教がいいってなるじゃん、だからもしかしたらそのラスキンすごいっていうので、実績だけを見てなんか何を言っているかまで本質まではこうたどり着けなくて支持していた人が多かったから、本当のことで誰も自分のことを知ってくれてないんだみたいなのはなんか感じるのかな。いやめっちゃあると思います。その天才にしかわからない孤独そうだよね。そうが多分あったはず、
で人生的にも、お父さんももう亡くなってるんだよな。1864年に亡くなり、もう有名な著作もバンバン出すんですけど、ごまとゆりとか、塵の倫理とか、時としようとか、空の女王、この辺はもう神学もやってて、この人ギリシャ神話の研究所なんですよ。すごいですね。で教えることもやめずに、オックスフォード大学ですね、の特別教授職でなんかね、スレイド教授っていうその特別な枠があるらしくて、そこに着任してね、そう教えることを続けます。であれですね、オックスフォード大学で教えてる途中、ルイス・キャロル、有名な不思議の国のアリスの書いた人ですね、と仲良くなって、アリスのモデルになるアリス・リデルっていう子がいるんですけど、その子の家庭教師もしてたっていう。すごいですね。いろんな有名人とつながってる、っていう感じで、お母さんも1871年に亡くなって、90歳まで生きたので、でもそこからはもう精神病ですね、ずっとね苦しんで、1881年82年とか、もう本当に最後の方ですね。かなり晩年はずっと狂気の発作に苦しめられるっていう、で回復したりもするんですけど、結局その最後電気、プラエテリタっていう電気があるんですけど、書きながらもう最後の時間を迎えるっていう形で、最後ブリテン島の真ん中ら辺にコニストン湖っていう湖があるんですよ。これちょっと写真また見てほしいんですけど、めっちゃ綺麗な場所で、そこにあるそのブラントウッドっていう場所で最後対の住処にするんですよね。でそこで1900年1月20日に亡くなるっていう、81歳です今日ね。でもそうね、80だったらまあね、もう全然もう大往生ですよね、この時代を考えるとね。ロンドンのさ、ずっと空気汚いところに、ね、で育ったわけだからあれだと思うんですけど、もうね最後の方はかなり病状が悪かったみたいで、もうヨーロッパに旅行とかね行ったりしたんですけど、相続人のこの人は子供いないんで、がなんかもう連れ戻さなくちゃいけないぐらい、最後悪かったみたいです。最後がねどういう最後だったのかってわからないんですけど、なんやかんや81年間もね生きられて、だからあれです、ウィリアム・モリスよりも長生きです。そうですよね、その時代もね、すごいよね。いろいろやって疲れてって感じで、いや本当にお疲れ様でしたって感じなんですけど、そうだよね、僕からするとね、いろんなジャンルに手を出してますよね。今までの人生をこう見ていくと、あらゆる領域で。でもここで一旦そのラスキンの人生として終わりなんですけど、このラジオはまだまだ終わらないというところで、経済学の話を次していきたいんですよ。でその次環境の話もしていきたくて、経済学の話はあれですね、この最後のものにもの話が、メインで出てくるかなっていう感じです。一旦ラスキンさんがお亡くなりになったっていうところで、今日はこの辺かなと。いろいろ。じゃあそんな感じでまた次回経済学の話していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。